皆さんこんにちは。北海道バイクで一周旅。今回の動画は札幌を出発して小樽方面へ。この度初となる電車移動をして向かった先はウイスキーの酒造、そして小樽に戻ったら夜の小樽運河、さらには北海道ならではのシャコタンブルー。この度最後の目的地函館へ向かいます。北海道の旅の参考にしていただけたら幸いです。それでは行きましょう。はい、皆さんおはようございます。本日はね26日目ですね。札幌からまずは小樽にやってきました。小樽といったらまずはここですね、小樽運河。昼間はなんか大したことないなって正直思っちゃうんですけど、夜は綺麗ですね。後で夜の画像を見せるんでどうぞお楽しみに。はい、で今日はねある目的のためにねバイクじゃなくて電車で行きます。はい、まずは歩いて小樽駅に到着です。結構中広いですね。はい、ここ小樽駅には JR 函館本線が乗り入れております。函館本線とは函館から札幌までを結ぶ列車です。見てください皆さん、スイカ使えないんですよ。なんかね小樽駅からの先はスイカ使えないみたいで、もう意味がわからん。久しぶりに切符使ったわ。はい、で改札を抜けてホームの方に向かいたいと思います。なかなか構内は綺麗ですね。はい、ホームに到着しました。でこの JR 函館本線は小樽から、長万部ですね。ここから長万部の区間は廃線になる予定だったみたいで、本当は今の時期に廃線になった予定だったみたいなんですけど、なんか延期されたみたいですね。ただなくなるのは間違いないようです。でこれはなぜかというと、今北海道新幹線が函館まで乗り入れてるんですが、それが札幌まで延伸される予定があるので、そちらの方に需要が流れてしまうとのことから、廃線になってしまうということですね。ただこれ地元の通学で使ってる方とか通勤で使ってる方、これはどうするんですかね皆さん。今回北海道いろんなとこ回ってきましたが、鉄道が廃止されてるっていう事例はすごい多くて、これは北海道ならではなんですかね。なんでしょう。はい、そうこうしてる間に夜市に到着しました。はい、夜市の目的地ここ、日課ウイスキー夜市蒸留所。ブラック日課を生んだメーカーで有名ですね。はい、ここでは予約をするとなんと無料で見学ツアーを体験できるみたいで、このように私はツアーに参加できました。見学ツアー以外にもウイスキーの試飲、これですね、試飲だったり、あとは歴史を知る博物館だったりいろいろあるので、なかなか楽しめる場所でした。はい、このブラック日課おじさんはね、大学の時にひたすら一気させられたんでちょっと苦手ですその記憶しかない。良い子の皆さんは一気飲みはしないようにしてください。ぜひ皆さんここに行くときはね、予約して見学ツアーに参加してみていかがでしょうか。はい、小樽の方へ戻ってきました。なかなか夕方の小樽運河は景色が素晴らしいです。やっぱり小樽運河はこの夜ですよね。この綺麗な街灯と川とのコントラストが素晴らしいです。はい、夜はですね Google の口コミが良さそうだったサンクローさんという焼き鳥屋さんに行きました。小樽運河は結構歩くんですけど、で、常連さんもしかいない感じなんですが、すごい美味しかったです。本当におすすめでした。ありがとう。はい、皆さんおはようございます。27日目ですね。昨日はね、ホテル順風満帆さんというゲストハウスに泊まらせていただきました。ここね、面白いのがですね、近隣の小樽商科大学っていうところの学生さんがゼミで運営してるみたいで、朝起きてちょっと学生さんとお話もできて、ゼミでそうやって運営できるっていうのはいい体験なんじゃないかなと思いました。それでは小樽から出発です。今日はね、積丹方面の方へ向かいます。積丹、また変な名前出てきましたね。これもアイヌ語源なんですかこれは。多分そうでしょうね。もし知ってる方いたら教えてください。
積丹に到着しました。ここはですね、カムイ岬ってところにやってきました。北海道ではカムイっていうと、アイヌ語で神という意味があるらしくて、カムイ岬は神が宿る岬っていうのをアイヌ語で表しているみたいですね。アイヌの人々はこの岬を聖地として拝め、女人禁制としていたみたいです。ここは積丹半島の北西部から日本海に突き出ているので、すごい飛び出しています。なので、先っちょまで歩くのに20分ぐらいかかります。しかも見てもらうとわかるんですけど、これすごい細いんですよ、道が。で、舗装されてない道も全然あるので、なかなか厳しかったです。それでは先っちょまでワープ。はい、着きましたー。バカ疲れた、マジで。しんどすぎた、これは。風めっちゃ強いんですよ、これ。見てもったらわかる通り。爆風の中、杖持ったおじいちゃんおばあちゃんとかいて、いやー、これはすごいなと思いましたよ。若いうちに来とくべきですね、これは。そしてここはね、海がすごい綺麗なんです。すごい青くて、積丹ブルーって言われてるみたいです。まあ北海道はなんとかブルーってつければ何でもいいやみたいな感じになってますけどね。マシューブルーとかね、マシューコの。ここは北海道を代表する観光スポットになってるみたいで、札幌からそんな遠くないので、観光地としてはとてもアクセスがしやすい場所なんじゃないかなと思います。とても北海道の自然の雄大さを体感できるスポットだと思います。函館到着しました。4時間ぐらいかかった。今日の宿はね、ライムライトさんっていうライダーハウスで、中系の YouTuber さんが紹介してたんで、ここ行ってみたいなと思って来てみたんですけど、まさかのね、予約するときに、オーナーさんがね、今日は花火大会だから早く来た方がいいよって言ってくれて、本当はゆっくり行く予定だったんですけど、もうすごい爆走で来ました。もう、なんというグッドタイミングでしょうか、これは。というわけでね、花火の映像を少しだけお送りして、この動画を締めたいと思います。ではどうぞ。函館港祭り協賛第68回同心花火大会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。皆さんご視聴ありがとうございました。次回の動画はいよいよ北海道のラスト函館を回ります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。